水のようにありたいですねというふうにいただきました。はい。えっと、だから、僕たちは常にね、この状態で社会生活を送っていて、いろんな、恐れがあるから、なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃっていう冷却作用を伴いながら活動している。で、なかなか液体になれない。はい。で、そこに、量子道徳経みたいなのとかね、上善は水のごとしって言って、はい。ね、次の次元が分かっていると、ね、アセンションができていると、ここワンネスが分かるよって、もっと分かるとね、こっちが分かるよっていう。はい。うん。お風呂も気持ちいいのはそのおかげかなって、その通りですね。あずきさんが書いてくれた。で、あの、サウナってのもそうなんですよ。あの、サウナって、まずね、この、ガッチンコッチンになった氷であるね、精神状態の我々を熱でこうガーって温めるわけですよ。で、温めて温めてっつって、で、一回緩めるじゃない。で、そっから今度水風呂に入って、これキューってまた収縮させるじゃない。ね。で、収縮させて、うわ、サブサブサブカチカチカチってなったところから、また今度外気浴って言って休憩することによって、一回ボーンって拡散してバラバラにして、ね、なんかカチコチになって動きづらかったから、それを熱で急にもうボーンって強制的に広げてあげる。で、これを運動させるために、またキュッてやって、で、そこから自然治癒力というかね、バランスを整える、ために、その水風呂から上がって、室温だとか外気温っていう中で、こう休憩することによって、徐々にね、今度また温まろうっていうエネルギーが動き出すわけだよね。で、その過程で、整うって、ね、氷が自然と水になっていってるって、整うっていうのが起きてるわけ。うん。うん、ヨガもそうだよね。物理的にその収縮したエネルギーを拡散する方向に持ってってるもんね。はい。ストレッチってエネルギーを外に伸ばすでしょ？内側にこもるヨガってないでしょ？あんまり。はい。うん。だから、あとあれよ、僕よくマッサージとかさ、いいよっていうのもさ、うん、物理的にこうほぐしていくわけじゃない、固まったものをさ。で、そこには愛があるでしょって話で。うん。ガヤさん、状態を強制的に動かすことで体感しやすくなっていくのかなって。だから、例えばそのリラックスっていうね、リラックスって言っちゃダメか。脱力っていうことを知るためには、今の普通の状態から脱力してくださいっていうよりも、一回グッ力入れて、そこからね、脱力してくださいの方が脱力がわかるじゃん、体感しやすいじゃんってことだ。はい。で、ちなみに宇宙の温度って皆さん知ってます？で、宇宙の中にも当然さ、あったかいところだとか、ね、寒いところだとかあるよね。太陽の周りなんて、我々のとこ以上にあっちいだろうなってのもわかるけども、この宇宙全体の温度を平均化すると何度になるかって。で、これも宇宙の温度、僕がさ、別に測ったわけじゃないからあれなんだけど、あの、ちゃんとそういう天文学だとかね、そういうのをされてる方がもう、調べていて。はい。かやさんご存知ですね。ほぼ絶対0度と言われてるって。うん、そう。さっきさ、
絶対零度はマイナス273.15度、15度って、ね、言ってるでしょ？はい。宇宙の温度って、マイナス270度なんですよ。ほぼ、絶対零度なんですよ。マイナス270度だよ。寒いよね。はい。そう考えるとさ、地球ってのはめちゃめちゃ愛の星だよ。これでも。うん。だからさ、ね、この温度は、大事なのは、温度が高いのが正義で、低いのが悪だって話じゃないって分かりますよね。冷蔵庫ってのはさ、温度を低くしてくれるからありがたい存在だしさ。ね、寒い時にね、温めてくれるストーブっていうのは、寒い時にありがたいわけでさ。ねえ、何かにつけその、ね、この温度のことも今度は波動とか波長とかっていう人もいるんだけどさ、あの、うーん、なんか高いのがいい、高いのがいいっていう風になってるけど。いや、それぞれのね、特性があるんですけどっていうさ。うーん。で、たださっき言ってた通り、はい、愛っていうのは温度と同様に相対的なのね。だから、みんなその私っていう感覚を基準点として、私よりも高いか、私よりも低いかって考えちゃうわけよ。で、そうすると当然のことながら、さっきも言ったけど、私よりも低い人は、私もそっちのね、恐れのエネルギーに引きずられるから、近くに来ないでってことになるし、あったかい人もね、いてくれるとリラックスできたりとかね、信頼できて、緩んでっていうね、硬くなって身を守ろうってしなくて良くなるよねって。ただ、私というものをね、保持し続けたい人は、熱を嫌うよね。私というものを守りたくなると、愛を拒絶するってことが出てくるんですよ。意味わかるかな？私を液体にしないで、せっかく氷としての個性を帯びているんだからってなるわけ。だから、ね、恐れてる人ってのは開いてる人を怖がるっていうね。